ストレスに効く食材で作るスープとおしゃれな一品をご紹介します。皆さんこんにちは。昔から5月病という言葉があるくらい、4月から気持ちを新たに意気込んで、ゴールデンウィークで長い休みを取ってリフレッシュしたつもりが、なんかやる気が出ないよ、調子が出ないという感じになることってありますよね。ストレスが溜まっていませんか？実は栄養素の不足がストレスに対抗するホルモンの生成を妨げ、気分が落ち込んだりやる気が出なかったりする原因になることがあります。特にビタミン C、ビタミン E、トリプトファン、ビタミン B 群が関わっていると言われています。そこで今日はこれらの4種類の栄養素を網羅した一汁一菜のレシピをご紹介します。しかも一鍋で作れる手軽さですよ。ぜひ最後までご覧ください。では作っていきましょう。かぼちゃはビタミン C とビタミン E をバランスよく含んでいます。基本のホワイトケミカルスープを使っている方はお分かりと思いますが、かぼちゃを加えることで甘みがぐんと増し、薄口にも欠かせない食材です。カットして売られていることが多いですが、丸のまま手に入った場合の切り方をご紹介します。以下の手順に従って切ると安全にかぼちゃをカットすることができますよ。まずかぼちゃを逆さまにして菜箸などで突き刺して穴を開けます。穴を開ける作業は包丁を使用すると危険なので、必ず菜箸などで行ってください。穴をめがけて包丁の先を挿入し、切り込みを入れます。この方法を使用すると切る際に安定感が増し、かぼちゃの切りやすさが向上します。一口大に切る際には不安定にならないように切り口を必ず下にして行いましょう。かぼちゃは硬いため切る際に苦労することがありますが、このようにすると比較的切りやすいですよ。かぼちゃの甘みと栄養素を生かして日々のスープに活用してくださいね。かぼちゃ 200g は一口大に切ったら鍋に入れます。ナス1本は縦半分に切り3センチ幅にカットしてかぼちゃの上にのせます。玉ねぎ半分は1センチ角にしますよ。人参 50g は玉ねぎより少し小さく7ミリ角に切りました。ピーマンもストレスに効く栄養素であるビタミン C が豊富な野菜です。色鮮やかに仕上げるためヘタと種を取って玉ねぎと同じような大きさに切って取り除けておきます。鍋にピーマン以外の野菜を次々に重ねました。ストレスに効く栄養素の一つであるトリプトファンが豊富なチーズを使用して肉団子を作ります。モッツァレラチーズを芯に豚薄切り肉で巻きます。一口サイズのもっちりとしたチーズボールですよ。トリプトファンはアミノ酸の一種で幸せホルモンと呼ばれるセロトニンの原料になります。チーズにはトリプトファンが豊富に含まれています。セロトニンが不足するとイライラしたりやる気が出なかったり慢性的な疲労感が現れます。極度に不足するとうつ傾向に陥る可能性もあります。豚肉は 200g から 250g 使用します。しゃぶしゃぶ肉の豚肉を使うと肉が薄くて巻きやすいですよ。今日は豚肩ロースです。1枚が大きいので1枚で十分ですが、豚肉の部位やサイズによっては2枚使用して巻くこともあります。一口サイズのモッツァレラチーズはメーカーによってかなり大きさが違います。大きいものは1つを芯に、今日はとても小さいのでチーズ2個を芯にして巻きますね。ビタミン B 群も抗ストレスホルモンを作る栄養素です。ビタミン B 群はチームで働き、より効果が出ます。ビタミン B 群を豊富に含む豚肉はぜひ使いたい食材の一つですね。
中でもビタミン B1 の含有量はトップクラスですよ。チーズボールが12個できました。火にかけていきましょう。いつものように薄口煮にします。100ml の水に薄口醤油小さじ2を混ぜます。野菜の上に回しかけます。作った肉団子には表面に小麦粉か片栗粉を薄くまぶします。そして野菜の上に並べます。最初は中火ですよ。加えた水が沸いてきてグツグツと音がしてきたら弱火に切り替えます。ここから約20分ほど煮込んでいきましょう。20分が経ちました。豚肉に火が通っていれば最後にピーマンを加えてさらに3分から5分ほど煮込みます。チーズボールのソースです。このソースがシンプルなのにめちゃくちゃ美味しくてハンバーグソースにもいいですよ。みりん大さじ2をミニフライパンに入れて煮立ててアルコール分を飛ばします。醤油大さじ1とケチャップ大さじ3をひと混ぜしたらいいだけなんです。出来上がったチーズボールを皿に盛りますね。薄口煮の野菜も付け合わせに少し取り出します。ピーマンの緑色がきれいに仕上がっています。これにソースをかければ一品出来上がりです。ではスープを仕上げましょう。チーズボールを取り出した鍋に水 200ml ほど加えて温めます。野菜の甘みはうまみだけでなくスープの中には肉が入っていないのに豚肉のコクがしっかりとついています。ビタミン C とビタミン B 群は水溶性でこの汁の中に流れ出していますよ。スープで無駄にしないのは嬉しいですよね。私は塩は加えませんでしたが味を見て塩、胡椒を加えてください。ストレス軽減に役立つ栄養素であるビタミン C、ビタミン E、トリプトファン、ビタミン B 群が豊富に含まれるスープとチーズボールをご紹介しました。しかしこれら以外にもストレスに強くなるための重要な栄養素があります。チーズに含まれるカルシウムやナスに含まれるナスニン、かぼちゃや人参のベータカロテンを代表とするファイトケミカルも効果を発揮してくれるでしょう。さらに食物繊維を豊富に摂取することは腸の健康につながり穏やかな気分を促すかもしれません。そして薄口煮を使って毎日の食卓を整えると自然と今晩何作ろうというストレスから解放され野菜をたっぷり摂る料理の腕を上げること間違いなしです。ぜひ今日のメニューも作っていただけると嬉しいです。最後まで見てくださってありがとうございます。このチャンネルではファイトケミカルを摂る基本のスープを中心に普段のおかずスープで野菜をたっぷり摂り美味しく腸内環境を整え健康をお届けしたいと思っています。週に一度の動画をアップしています。チャンネル登録横のベルマークを押していただくとアップした時にお知らせが届きます。どうぞよろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。